やあ諸君、私は中上宗右衛門。諸君らはカリスマを知っているか？知らない？無理もないか。カリスマは特殊機関に属する私がたまたま遭遇した奇跡の力。今回は私の研究結果をもとにその魅力を君たちにもお裾分けしてやろう。特別だぞ。カリスマは石炭、石油、原子力に続く未知の新エネルギー、人類の未来を担う。この力によって馬鹿げた資源の奪い合いはなくなり、ひいては戦争さえもなくなると私は固く信じている。観測データによると、この力はどうやら彼らカリスマたちの日々の生活によって育まれ、それはカリスマチャージとなり、やがてカリスマブレイクして凄まじい力を世に放つ。私はこれを世に生かすため、世に認めさせるため、独自に開発したカリスマレーダーを手に彼らを追跡獲得することを目指した。がうまくいかない。逃げるカリスマと、仲間が苦しむ姿に耐えきれなくなった内罰のカリスマ湊大瀬君が、なんと他の6人を見逃すことを条件に自ら投降してきたのである。うまく運んでいるはずだったが、突如床下よりポールダンスのポールに捕まった天童天彦君が登場。すごい、これぞカリスマ。仲間からの思いを受けて湊君のカリスマが臨界点に達し、ヘルブレイクを果たしたのだ。あれはすごかった。解けるかと思ったよ。やはり押せるぞカリスマ。続いて彼らは反発のカリスマ猿川圭君の故郷へと。ジャミングがかかった無法地帯、レーダーは意味をなさず、追っかけるのは困難を極めた。が私は諦めない。なんとか見つけ出し、軍事力も使ってついにカリスマたちを捕らえることに成功。その時スケートボードをかっ飛ばす猿川くんの姿が、ああ、さすが反発いいぞ。猿川くんは故郷への思いを胸に突っ張りブレイクを果たしたのだ。彼らにはまた逃げられてしまった。でもよしとしよう。ブレイクを見るたび私の研究は進む。次のツアー先は聖のカリスマ天童天彦くんの生家。政界や財界に太いつながりを持つ大物天童家。迂闊に手を出すことはできない。だが関係ない。たとえこの身滅びようとも、私は必ずカリスマをゲットする。そう息巻いていた矢先、まさかの展開。なんとカリスマたちがセクシーワールドカップに出るというじゃないか。しかも7人全員で。作戦は中止だ。ずるいぞカリスマ。私が期待して待つ中、セクシー野球拳を経て天童くんは自身のリビドーの根源は実はセクワではなく父親であることに気づき、テクノブレイク。私も喋っていてよくわからないが事実なんだ。どうか信じてくれ。私は聖者のカリスマ伊藤文也君を味方に引き込むことにした。前半はうまく進み、彼のトラップにより他の6人を捕らえることに成功。が騙されていたのは私の方だった。たまらないな19歳。しかしここからが彼の本領発揮。なんと報酬の金の金額が1億であることを知ると、彼は揺らぎ再び私の味方に。仲間より金を取ったのだ。いいぞ。だが他が黙っていなかった。7人で取っ組み合いの大喧嘩になり、まばゆい光が発生。ラップバトルブレイク。今回は7人全員でのスペシャルだった。恐ろしいパワー。私の研究所は跡形もなくなり、私は全てを失った。しばらく絶望していた。途方に暮れるしかなかったと、一本の電話がかつての助手からだった。なんと単身カリスマハウスに潜入しているという。私の心に再び火がついた。ここが正念場だ、中上宗右衛門。彼らが日々どんな暮らしをしているのか、それを潜入中の助手から逐一報告させたと。10月31日の夜、なんとハロウィンパーティーが開催されるという。作戦は中止。私は楽しみに待ったが、発案者である慈愛のカリスマテラ君が急にパーティーへの不参加を表明。なぜ？彼はお化けに扮して弁明。そこにケルベロスも登場し、仲間に背中を押される形で彼は夜の街へ消えたという。そして夢の国ブレイクを果たしたのだ。きっと美しかったろう。詳細はわからない。虎次郎が見逃したからだ。ああ、虎次郎というのは私の助手の名だ。私は彼を知ったし、もっと精度の高い観測を要求した。
そんな折、秩序のカリスマ草薙理解君が家に帰ってこず、ハウス内で孤立化しているという報告。どうやら彼が持つ正義の心が他の者には眩しすぎたらしい。かわいそうに。頑張れ草薙君。だが申し訳ないがこれは好機だ。弱った彼につけ込み、こちらに引き込む算段だったが甘かった。草薙君のみんなの幸せを願う思いは全てを凌駕し、朝一番から住人たちに理解体操を踊らせ、しかもあの猿川君に朝の挨拶までさせ、彼自身はそのまま一気に魔法使いブレイク。時刻は朝6時。虎次郎はまだ寝ていたという。もう任せてはおけん。私はクリスマスプレゼントに化けて自らハウスに潜入したのである。カリスマハウスを調査。実にドキドキしたよ。身長を期したつもりだったが、服従のカリスマ本橋伊織くんに見つかってしまう。もうダメかと思ったが、私が必死にしがみつくと、なんと彼は私を助けてくれた。うどんをごちそうになった。家中に監視カメラをつけてくれた。彼の奉仕はすごい。このまま押し切れるかと思ったが、彼をハウスから連れ出す直前、またもや邪魔が。虎次郎！私の計画は水泡に帰し、本橋君を取り合う形に。従う相手を決めきれない彼はそのまま心中ブレイクへ。惜しかった。彼らが必ず私の予想を超えてくる。最高だ。全部バレてしまったので、私は一旦彼らの前から姿を消した。が、何も暇を持て余しているわけじゃないぞ。彼らの力が外部にバレた可能性が高いのだ。私が守らなければ。そういえば虎次郎はどうしているのか。ま、それはいい。とにかくカリスマだ。彼らと共に次なるリージョンへ。それはもう少し先になるかもしれないがな。というわけで諸君、また必ず会おう。レッツカリスマイエーイ！